はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。皆さん、こんな簡単な問題解けるに決まってるでしょうっていうところでですね、無限に減点された経験ってありませんかね。例えば、サムネのこの問題、一見正しそうに見えるんですけど、この式変形、答案で書いたら0点ですね。果たしてこの式変形のどこがおかしいのか。で、皆さんが点数を落としやすいポイントについてしっかりと解説していこうと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。このね、式がどこが間違っているのか。結論から言うと、ルートマイナス1×ルートマイナス1。これはマイナス1で合ってるんですよ。でも、このね、2段階でミスがあると。だから、このね、ミスによって、おかしな方向に答えいっちゃうけど、このミスによってなんかね、たまたま軌道修正されてる。これよくありますよね。いろんな答案見てる中で、あれこれ答え合ってるけど、絶対式変形ここミスってるよな。たまたま合ってたパターンだと。こういうのね、本当に怖いですよね。自分では合ってるつもり、勉強としてはちゃんとしてるつもりなのに、間違って覚えてて、試験で間違えるって。これすごいね、怖いパターンなので、しっかりとね、そういうのがないようにしといてください。はい。じゃあ、どういうところにミスがあるのか。まず、こっちからね、右側から、簡単な方からやっていこうと思います。ルートマイナス1の2乗イコールマイナス1。これは明らかに違って、マイナス1の2乗って1じゃないですか。だからこれって、ルートマイナス1の2乗ってルート1になってイコール1と。だからマイナス1じゃない。じゃあ、このミスがなぜ起こるかっていうと、はい、これルートの定義にあるんですね。このルートの定義、結構ですね、言えない人多いんですよ。実はね、厳密に違うっていう方多いんですけど、ルート、これ、例えばルート X っていうものを何かっていうふうに言うと、はい、ルートラージ X は2回かけてラージ X になる数だっていうふうにね、理解してる方。これね、実は違うんですよ。はい。これ正しくは、2回かけてラージ X になる数の正の方なんですね。はい。つまり、ルート4って何かっていうと、2回かけて4になる数。そう覚えてたら、2回かけて4になる数って2とマイナス2。これ2つあるんですよ。だから、これね、そのうちの正の方だよっていう縛りをかけてあげることによって、ルート4を安心して2だっていうふうに言えるわけですよ。ルート1だって2回かけて1になる数って1じゃなくてマイナス1もありますからね。そのうち1の方ってことが分かると。つまり、ルートマイナス1の2乗。ルートってある時点で、ね、これマイナス1っていうのはもう定義としておかしいんですね。じゃあマイナス1。じゃあどうすればいいのかなってことなんですけど、結局ですね、これに絶対値をつければ解決と。だいたいこれ、大事なのがルート A2 乗イコール A じゃなくて A の絶対値っていうことは常に押さえておいてください。これ文字式とかね、入ってきた時にしょっちゅう問題になる話なんですけど、文字式に限らずちゃんとこういう時も常に絶対値だっていう頭の中で、ルートが出てきた時にマイナスが来たらおかしいっていうふうに押さえておいてくださいね。しっかりと定義から考えればこのミスっていうものは防げると。これね、これが超重要。じゃあ次、こっち側のミスですね。こっち側のミス。はい、ルートマイナス1かけルートマイナス1イコールルートマイナス1の2乗。これ合ってそうですよね。合ってそうだな。でもね、これ実はね、違うんですよ。習ってる方。ルートマイナス1って i って置き換えなきゃいけないんでしょうと。そしたら i の2乗でマイナス1になるよね。うん。で、これルートマイナス1の2乗っていうのはルート1で1だと。だからこれ違うよねって。で、こっちが正しいってなんか習ったよっていうね、思うかもしれないですけど、これはね、本当に正しいんですよ。うん。じゃあそもそも、これはなんで違うのっていうのは説明できてないと。これについて話していこうと思います。これってさ、正しそうじゃん。だって、ルート2かけルート3イコールルート6でしょと。ルートの中身かければ、ね、ここに出てくるんでしょ答え。マイナス1かけマイナス1でマイナス1の2乗でしょこれ合ってるじゃんっていうね、思う方。これ本当にそうなのか。ね、ここがすごく大事。常識を疑え。はい、今回のメッセージはね、もうこれなんですよ。数学を超えて、もう一般的ね、常識を疑い。これがね、すごく大事な話なんですけど、はい、ルート 2× ルート3イコールルート6。これ成り立ってるよねっていうふうに言えるのはなぜかっていうと、ルート A× ルート B イコールルート AB っていうのが成り立ってるからなんですよ。はい。でもこれっていつ習いました？多くの方中学生の時に習いますよね。で、中学生の時、ルート習った時なんて言うかっていうと、このルートの中身絶対0以上ですよと。A も0以上、B も0以上ですよっていう風に言われてる状態でルート A× ルート B イコールルート AB っていう風に習うわけなんですよ。でもですよ、
まあこれね、ここの範囲やっていく中で、ルートマイナス1っていうものをイコール i と、ね、複素数を導入しようっていうふうに数2でね、急に始まるわけですよ。前までルートの中身って0以上じゃなきゃいけないんじゃなかったのっていう話なんですけど、もうマイナスっていうものを認めることによってめちゃくちゃ世界が広がると、面白いことができるんだよっていうので、ルートマイナス1っていうものを導入したわけじゃないですか。導入により世界を広げると。で、ここがすごく大事で、導入により世界が広がったわけなんですよ。つまり、今までの世界で成り立てだよねって言われてる常識。これがですね、実は世界を広げたら、もっと広い世界を見てみたら、それの価値観、その常識っていうのは違ったのかもしれない、違うのかもしれないなっていうふうになる可能性があるってことなんですよ。ね、ルート A× ルート B イコールルート AB っていうのは、今までの常識の中で正しいとされてきたことなんですけど、世界を広げたら常識じゃないかもしれないですね。っていうのが今回のポイント。実際にですね、ルート A× ルート B イコールルート AB。まあこれですね。これが A が0より小さくて B が0より小さい。その場合に成り立つかどうかということを調べるんですけど、これですね、ルート A× ルート B はルートマイナス AI× ルートマイナス BI になりますよね。はい。A が0より小さくて B も0より小さい場合ですよ。この場合っていうのは、ルート A っていうのはルートマイナス AI かけるルートマイナス BI。で、この場合っていうのは、マイナス A もマイナス B も0より大きいわけだから、普通にルートマイナス A かけマイナス B っていう風にできるわけですよ。すなわちルート AB になると。で、この i の2乗っていう風になるわけですね。で、i の2乗っていうのはマイナス1だと定義したわけだから、マイナスルート AB になると。だからこれにならないわけですよね。だから、このルート A× ルート B イコールルート AB、世界を広げた途端に常識が覆ったというふうになるわけなんですよ。はい。こういうね、世界が広がることによって常識が変わっていくっていうのは、実はね、大学でね、よくあるんですね。大学、なんかね、ごちゃごちゃ難しいことやって、はい、じゃあこういうことが分かりましたって言われて、分かりましたっていうことが、例えばルート A× ルート B イコールルート AB でしたみたいなね。そんなの当たり前じゃんみたいな。なんか難しいことやって何が出てくるのかと思ったらこれかよみたいにね、よくあるんですよ。でも実はこれってすごく大事で、なぜかっていうと、世界を広げた時にこの今までの常識が成り立つかどうかわからないから、その常識が世界を広げても使えた、この常識が世界でも通用したぜっていうこと自体に価値があるんですね。だから大学入って急にね、そういう勉強させられてなんかつまんねえなって思うかもしれないんですけど、むしろそこに常識今まで通りでよかったんだ、よかったってほってねしてもらえたらいいかなと思います。はい。ここからね、ちょっと補足なんですけど、ルート A 分の B、これすごく面白くてですね、これ実際ね、自分の手で動かしてやってほしいんですけど、ルート A 分の B イコールルート A 分のルート B、これね、これが A が0より大きくて B が0より大きいときは当然成り立つじゃないですか。なんですけど、これですね、A が0より大きくて B が0より小さい場合、これも成り立つと、A が0より小さい、B が0より大きいとき、これはね、成り立たないんですね。で、A が0より小さくて B が0より小さいとき、これは OK なんですよ。もうね、わけわかんないでしょ。ほとんどの場合 OK だけど、唯一 NG なのが、この分母だけ負。分子正だったら OK。じゃあ、分子正でも分母が負だったら NG。ただ、どっちも負だったら OK。ね。もう天の弱ですよね。天の弱。もうなんかよくわかんない。こういうふうによくわかんない。だから世界を見てみたら、自分の常識とね、なんかこう、かけ離れてることってよくあると。だからね、常識。これ、数学の勉強なんですけど、数学の勉強を通して、自分の常識いろいろ疑ってみないとな、世界に通用する人間にならないとな、っていうふうにね、思ってもらえたらいいかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。